今日は久しぶりに森で完成動画を撮りたいと思います。今回完成したのはシボカープレーントのダービーですね。これは僕の友人に作ってて、展示会の手伝いもしてくれた友人なんですが、結構もう初期の頃から僕が靴を作り始めてどのくらいかな、半年ぐらいの時から靴を注文してくれてて、で今回4足目になります。だいぶ自分の技術も安定してきて、やっと靴のディティールとか履き心地ともにいいものが作れるようになってきた気がするので、今回まずデザインこだわりの解説して、最後に友人に履いてもらって終わりたいと思います。デザインはシンプルな外羽プレーントです。今回少し木型が特徴的で、かなり内振り目になっているのが分かります。特にソール見ると分かりますね。かかとからつま先にかけてぐっとこうねじれているのが分かります。友人の足は結構、言ってしまうと作りにくくて難しかったですね。今回4足目なんですけど、木型の大幅な修正をして思い切ってかなりの内振り気味の木型にしてみました。イメージ的にはドイツの世界最古の靴メーカーと言われるエドワード・マイヤーの木型なんかをイメージしてます。外羽プレーントということで、前は一枚革で、かかと部分は縫い割りドッグテールでつないであります。底付けはダブルウェルトシングルソールですね。ダブルウェルト、このウェルトが靴の周り360度塗ってあります。なので特にこのかかとの部分が少しシングルソールに比べるとどっしりして安定感があってカジュアルな印象がありますね。でそれに合わせてウェルトの目つきはかなり粗めにしてあります。これはウィール8番ピッチですね。約3ミリピッチで出し縫いをかけて、ウィールのこのギザギザの山をしっかり立ててあります。今回アッパーの革、シボ革です。これは型押しではなく天然の脂肪ですね。なのでかなり柔らかい印象がありますね。革自体も結構柔らかいです。で天然の脂肪なので引っ張ったり叩いたりしたところはこの脂肪感がなくなるんですね。特につま先の部分、ここかなり輝いてるんですけど、これ脂肪を潰したわけではなく、これ引っ張って脂肪がなくなってる感じがあります。なのでつま先からバンプ部分にかけて光沢のグラデーションもそうなんですけど、脂肪感のグラデーションにもなってます。これ同じくかかともでして、かかとの脂肪感少し潰れた感じがあるところから、この辺結構脂肪感しっかり入っているので、この辺も脂肪感のグラデーションが楽しめるのがこの片押しにはない表情ですね。それと結構この革、トラもある革でした。トラっていうのは生きてた時によく曲がる部分、生きてた時のシワみたいな部分なんですけど、ここにこう縦にこう入ってますね。このカウンター部分にはこっちに縦に入ってるのが分かると思います。結構きれいめなボックスカーフとかで靴作るとこういうのは避けがちなんですけど、今回みたいなこういう表情のある革の場合はシボやトラが靴の雰囲気を強調してくれる感じありますね。ソールは今回は実用的な一足にしようということで、かかとトップリフトはオールラバー、前にはハーフラバー貼ってあります。で先端にはつま先の削れ防止として今回市販のヴィンテージシール取り付けました。この革の雰囲気とかソールの雰囲気からすると結構しっかりどっしりとしたイメージがあるんですけど、このアッパーの革柔らかいし、ライニングに鹿の革を使ったのでとても柔らかいですね。それとこうしっかり見えるんですけど、ダブルソールではなくシングルソールなので、ソールの帰りも結構柔らかくて足なじみはいいけど結構タフに実用的に履けるような、そんなデザインを目指しました。今回シューツリーはこんな感じに着物の帯紐をつけてみました。ここを引っ張って抜きます。シューツリーは2ピースのヒンジタイプですね。色は今回墨で染めてみました。黒っぽいんですけど若干地の木の色が見えてるというか、少し茶色っぽさもあってかなり渋い仕上がりです。あんまり光沢は出さずにマットめな仕上げにして墨みたいなイメージで仕上げてみました。今回このアッパーの革は兵庫県辰野市島田悟製革所というところで作られた革なんですけど、この国産のカーフですね、麹の革ですと、この墨染めの和の雰囲気を醸し出すシューツリーがいい感じにマッチしているような気がします。このアッパーの革黒なんですけど微妙に真っ黒じゃないんですよね。グレーがかってます。でこっちのシューツリーも真っ黒じゃなくちょっと茶色っ
がかってるというかグレーがかってるので、その辺の色の雰囲気もかなりいい感じです。このシボカは特徴的で、普通のシボにはないこうきらめきみたいなのがあります。ラメが乗ってるかのようにキラキラ輝くんですよ。でこの革、他人なめしの革なので、クロムなめしよりもさらにエイジングは楽しめると思うので、履いて磨いてを繰り返すとどんな感じになるのか、すごく楽しみな革です。ちょっとオーバーリアクションでよろしく。展示会オフ会来てくれた方おなじみ、友人二階堂です。こんにちは。どうですか？いやー、これね、太陽光に照らすときらめきますね、これね。きらめくでしょう。これはたまんないですね。履きたいな、これ。シューツリはどうですか？これまた渋いね、これ。抜いて。かっこいいな、これ。これやっぱこれ。このなんかね、合わせるとこの和の感じもして、これやっぱ渋いですね、これね。あ、また紐もね、これね。このシボカとこの感じ、どう感じ、これたまんないですね、これね。いやー、これ渋いな、これ。じゃあ履きましょうか。履きましたよ。履きましたよ。履きたいですね、早くね。おお、このビッタビタだね、これね。ちみちだね。ちみち。ここですごい、こことここでがっちりホールドしてくれてる感じ。ちょっと皮柔らかめなので、少し前回よりもタイト気味に作ってると思います。おお、なるほどね。いや、これちょっと早くこれ曲げて歩きたいですね、これ。どうですか、履いた足の感じは？いや、これもう靴と足がこれ一体化してる感じね。再びのね。ちょっとじゃあシワ入れちゃっていいですか？入れましょじゃあグッと。結構柔らかう。お、いい感じのシワ入りましたね。いいね。いいです。シワの感じがとてもいい。お、こっち特に左のシワがとてもいいですね。それ脂肪があるからあんまりシワも入った感じが目立たないね。曲げるとグッと入って戻すとあんまりシワが見えないという。いや、これはエイジング楽しみですね。今回かなり実用的な一足にしてありますので、タフにガンガン履いて磨いて繰り返してエイジング楽しんじゃってください。街でガンガン履くのが楽しみですね、これね。展示会とかでもね、これ履いていくと思うんで、ぜひまあその時は見ていただけたらと写真をね撮ってほしいですね。そうですね。それまで育てておいてくれ。承知しました。ということで本日の川口のケント二階堂でした。ありがとうございました。